発想ざっくり解説劇場です。どうなる技能実習制度ということで、4回目、最終回ですね。今回は育成就労制度とはということで、技能実習ですね、廃止して育成就労という新しい資格に切り替わっていきますので、どんな部分が変わっていくのかなんていう、そのあたりのお話を中心にしていきたいと思います。はい。でですね、まずは、育成就労制度の概要ということで、技能実習制度との違いですね、表にしてまとめてみましたけれども、ちょっとここでは詳しくお話ししなくて、目的ですとか職種ですとかですね、具体的にこの後お話ししていきますので、育成就労、こう変わっていきましたよというのをですね、見ていきたいと思います。はい。で、まずはですね、目的ですよね。技能実習からどう変化したのかということで、上が技能実習制度の目的ですね。人材育成を通じた国際協力というのは目的だったんですけれども、育成就労に切り替わることによって、人材育成を通じた人材確保に変わっていくと。で、パッとですね、これ、イメージつかない方もいらっしゃるかもしれないんですが、要は、国内である程度育てて、で、人材確保していく。要するに、特定技能につなげていくんですよね。でまずは未経験者を受け入れて、で、技能検定の3級レベル。そして日本語能力試験の N4 レベルですよね。そこまで育てて、特定技能につなげていくという、そんな仕組みになりました。その特定技能の制度で通用するような人材を育てるための育成就労制度ということになります。はい、で、国際協力から人材確保になったっていうのは、あっさりした表現になりますけれども、結構これ大きな違いで、ちょっとですね、これ、技能実習制度の歴史の時なんかに作った表を書いてるんですけれども、一番上がですね、目的ですよね、これ。制度の目的。国際協力の流れと人材確保の流れ。実は、人材確保の流れってのは特定技能でなかったんですね。制度の目的はあくまでも国際協力として技能実習制度に発展してきているというのがあったんですけれども、これがですね、人材確保に切り替わってますので、特定技能の流れに一本化していくと。ということで、技能実習は、この国際協力からやってきた流れはですね、これで本当にもうなくなる、消滅ですよね。してしまうというのがありますから、結構これ大きな変化なのかなと思っています。はい、実際この、なんですかね、現場で目的が変わったから大きく変わるかってそうはないと思うんですけれども、結構制度としてはですね、大きな転換点なのかなということですね。はい。はい。で、続いては育成就労制度の職種ですね。どうなっていくかというと、技能実習制度では、移行対象職種作業という表現していましたが、これ、育成就労産業分野というものに切り替わります。はい、で、名前が変わるだけではなくて、特定技能の産業分野をベースとしていますので、イメージとしては特定産業分野がある中で、なおかつ、その中で、日本である程度人材を育成する、その前段階ですね。それに適した分野を育成就労産業分野としますってことになっていますから、全業種が対象にはならない可能性もありますということで、特定産業分野の中からいくつか育成就労産業分野が決められますよと。で、大体なると思うんですけれども、中には特定技能からもう始めた方がいいところもあるかもしれないということですね。で、業務区分なんかも特定技能の方に合わせますので、移行対象職種作業、やっぱり検定が細かく分かれていたりしたので、その影響で165作業今あるんですよね。ちょっと細かすぎたかなということで、特定産業分野をベースに、また分野を見直していくということになります。はい、次はですね、育成就労制度の期間と目標と書きましたけれども、要するに、技能実習ですよね。今まで5年間だったのが3年間に変わるんですね。で、実習は1号、2号、3号、3段階あったのが、これがですね、1号とか2号なくなります。区分がなくなって3年間が育成就労という感じですね。はい、で、グラフみたいなものが右側になりますけれども、技能実習の場合は3号の後は帰国が前提だったんですよね。で、これ、育成就労はですね、3年間で3級目指す。ここは変わってないんですけども、プラス N4 も取ってもらって、帰国ではなくて、特定技能ですよね。移ってもらう。要は国内に残ってもらうという大きな違いがあります。はい、で、実務上技能実習との違いとしては、3号なくなるとは結構大きいと思うんですけれども、その代わり特定技能に移れますよと。で、3年経った時に3級受けてもらうというのは変わらないんですよね。ただ、日本語能力試験の N4 も受かってもらわないといけない。これ合格しないと、または日本語基礎テストの A2 ですね。受かってもらわないと特定技能に行けませんので、これ受験が必須。実務上は合格が必須になると。ただですね、
不合格だったらどうなるかっていうと、3年経ったら帰ってくださいではなくて、一応1年間延長ですね。浪人みたいな感じで、1年間は延長できるっていう仕組みになってます。ただ、1年で合格できなかったら、やっぱ最終的には帰ってもらうことになるのかなと思います。はい。ということで、3年間ですね。特に1号、2号の区分は設けずに3年間通してやっていきますよということなんですが、ただですね、計画が作るというのは変わらないんですね。で、これがですね、育成就労計画という意味で、その名前はですね、育成就労計画という名前に変わりますが、おそらく内容はそこまで大きく変わらないんじゃないかなと思います。まだですね、細かい話は決まってないんですけれども、育成就労計画というのを作って、で、一人一本ですね、作っていくのも変わらないです。で、認定を受けてやっていかなければいけないというお話ですね。はい。そしてですね、送り出しと受け入れのイメージと書いたんですが、要はこれ、用語がどう変わっていくかみたいな話ですね。ちょっとしておきますと、技能実習生が育成就労外国人という名前に変わります。で、育成就労実写。これは技能実習実写ですね。実習実写は育成就労実写に変わって。で、送り出し期間は変わらずですね。で、管理団体は管理支援機関という名前に変わりますので、より支援をしっかりやっていきましょうっていう、そういった流れなのかなと思います。これは名前が変わると。で、役割はですね、ほとんど変わらないと思ってください。で、育成就労実写、実際特定技能につなげていきますよと、国際教育ではなくてっていう話になるんですけれども、実際未経験の人を呼んできて、で、しっかり育てていくと。で、しっかりと労働者として扱っていくっていうのは変わらないのかなってことですね。で、ここがですね、大きな違いになるかなと思うんですが、転籍ですよね。技能実習制度は転籍、要は転職ですよね。これ原則不可なんですね。で、2号から3号切り替わるときの転籍ありますし、あとはやむを得ない事情とかよく言いますけれども、人権侵害を受けてしまったとか、他の職場に行くとかですね、そういったものを除いては原則不可ですよってものだったんですが、それがですね、やっぱり職場移動できないので、結局ひどいことされたら逃げるしかないとかですよね、それで失踪につながってしまうっていうのがあったので、これはですね、育成就労制度は条件付きで可能ってことになっています。転籍がですね。で、条件いくつかあるんですけれども、まずは、開始から1年経ってますかっていうのがあるんですよね。ですぐに、日本に来てすぐ変わるってのはなくて、1年経ってますかと。で、業種によっては、分野によってはこれを最長2年まで伸ばせるんじゃないかっていうのがあるんですが、1年から2年経ってますかと。で、その上で、本人が、検定基礎級ですね。3級の一つ下。要は技能実習1号の人が受ける試験ですね。あれに合格しているかというのと、あとはですね、日本語能力試験の N 号ですね。合格しているかっていうのがあります。で、さらには、同じ産業分野ですね。全然違う職種に切り替わるというのは想定されなくて、技術的なつながりなんかもありますので、特定技能の人材を3年かけて育てるわけですから、途中で違う仕事行ってしまうとやっぱりそこブレるわけですよね。同じ産業分野でやってくださいと。で、さらには当然ですけれども、新しく受け入れる人ですね。転籍先が計画を作って、育成就労計画を作って、しっかりと認定を受けなければいけないというのがありますので、こういった要件を満たすと転籍もできますよという仕組みになっています。で、今後の見通しとしては、2024年の6月21日に改正法ですかね、これが交付されまして、で3年以内に施行ということになっていますので、2027年の6月1日とか順当にいくとそうなるのかなと思います。4月1日とかそういう話もあるかもしれませんが、6月1日ぐらいかなという見込みですね。で、この3年間で、政令とか省令ですよね、整備して、で、運用要領なんかも整備してということになるのかなと。で、6月1日直前まで一応、現行制度、今の技能実習制度で認定申請というのはできるようにはなってるんですが、例えばですね、2027年の6月から3ヶ月以内に入国なんていうのがありますから、あんまりギリギリだと難しいかなっていうのがあります。で、その代わりといってはなんですが、おそらく、数ヶ月前から、新しい制度、育成就労計画っていうのが、多分事前の申請できると思うんですね。なんでかっていうと、技能実習制度が認定制度となった時に、2017年の11月から新しい制度だったんですが、その4ヶ月前からですかね、技能実習計画の認定の申請というのは受け付けていましたので、おそらく3年後もですね、2027年の2月とか3月とかそのぐらいから育成就労計画というのは受け付けられているってことですよね。で、新制度で事前準備はしておけるようになるんじゃないかなと思います。当然それより前に運用要領なんかも決められると思うんですけれども、そんな流れで今のところ進んでいくのかなと。で、ちなみに最後3つ目書きましたけれども、施行日の後ですね、要は2027年6月1日迎えた時にすでに1号で日本に来てますよなんて人。それどうなるかっていうと、制度切り替わった後にいきなり新しい制度行けっていうわけではなくて、そのまま1号を続けてください。さらには、次の段階まではいけますよって仕組みですね。2号できた人は3号いけますよってことですよね。ただ1号で
新制度を迎えた人は3号までいけないんですね。2号までいけるけれども、その後は、素直に特定技能に移ってくださいなんていう、そんなお話だと思います。はい、ちょっと今後の見通しですね。確定していない部分もありますけれども、おそらくこんな風になるんじゃないかなというのを含めてお話しさせていただきました。はい、最後終わりにということで、今日は育成就労の話ですね。真ん中の部分お話ししてきたわけですけれども、技能実習から特定技能に一本化していくということで育成就労に切り替わったっていうのがあるんですよね。で、実務上大きな違いとしては、転籍できるようになるっていうところじゃないかなと考えています。でそう簡単に転籍ですね、コロコロ変えられるわけではないんですけれども、ある程度1年経ったら他の職場も見えてきますよとなると、やはり受け入れ側ですよね。それなりにそこで働くことに魅力感じてもらえないとですよね。人材確保できないってことになりますので、ある程度そこは考えていかなければいけないだろうなっていうのがあります。あとは、受け入れ費用の負担ですよね。で、本人からすると、渡航費用というかね、日本に来るための費用が、その負担が大きくて、で、そのせいで、不法就労とか手出してしまってですよね。で、結果的に失踪者になってしまうとか、そこが問題視されていましたので、この受け入れ費用ですよね。これを受け入れ側がある程度負担していくべきなんじゃないかって流れになっていますので、今後はですね、人件費としてはやっぱり上がっていくのかなということですね。はい、ですので、しっかり自分の職場に定着してもらうというのを考えつつですよね。で、費用もそれにかけてやっていかなければいけないというのはありますので、育成就労、今以上に受け入れ側としてはですね、条件としては厳しくなっていくんじゃないかなというのはあると思います。ただ、だからといって、育成就労からはもう手を引いてですよね。で、特定技能の人だけ受け入れていけばいいかというと、やっぱそこはそんな簡単な話ではなくて、単純な話ではなくて、やっぱりゼロから受け入れて、しっかり支援を受けつつ、計画的に育てていくっていう、そのメリットですよね。これは依然としてあると思いますので、で、なおかつ、特定技能に移行してですね、で特定技能2号も目指していくとかなると、育成就労の段階でどこまでしっかりやれるかとかですね、結構重要になってくると思いますので、そのあたりですよね、育成就労のメリットなんかも考えつつ、今後ですね、3年後どう対応していくかっていうのは、受け入れ側の人たちは考えていかなければいけないのかなと思っています。はい、ということでですね、まだまだ未確定な部分も多いんですけれども、現段階で分かっている育成就労についてですね、重要な部分を中心にお話しさせていただきました。はい、ということで、4回にわたってですね、どうなる技能実習制度というテーマでお話しさせていただきましたけれども、今回ですね、育成就労の動画も含めてですね、参考になったなというのがありましたら、ぜひ、高評価ボタンなんかを押していただけると幸いでございます。はい、ということで、今回の動画も最後までご覧くださいまして、誠にありがとうございます。